はい、皆さんこんにちは。今回はジャパンカップ用の5連マシン、前回こちらのフロントのアンカースラダン作りました。あれからカスタムの方はね、ちょくちょくして、細かなところで言うと、タイヤ、こちらはとりあえず家にあった 22.6mm のタイヤを取り付けてあります。この辺りのね、タイヤ径に合わせて、シャーシの方をフロント側 1.5mm 段上げの方しました。さらに、お辞儀防止ステーを前後作りました。それで今回はリア側、こちらをご紹介していきたいと思います。作ったのはフロント同様アンカースラダン。こんな感じですね。作り方に関しては、本当にね、アンカーにスラダンを乗せた、簡単に言ってしまうとね、そんな感じなんですが、加工はね、かなり大変でした。本当にね、細かな部分。あとはね、こことここね、合わしたいんだけど、これだとうまく乗らないとか、そういったね、パーツ同士のすり合わせっていうんですか、その辺がね、本当に難しかったんですが、結構ね、シンプルに見た目はね、できました。今回作ったリアのアンカースラダン、動きはね、いなしのこの動きですね。結構可動域はね、広めです。そしてスライドダンパーのこの横の動き。ということで分解して各パーツをご紹介していきたいと思います。はい、分解が終わりました。こんな感じでね、結構パーツ点数多いんですよね。今回ね、僕が伝えきれるのか不安な部分があるんですが、ちょっとね、分かりづらい部分あると思いますが、その辺はご了承いただければなと思います。まずはシャーシの加工からなんですが、バンパーカットの方は、リアユニット、こんな感じでバンパーがついてるんですけれども、もう、この丸くなっているところ、ここの部分でカットして、ここはね、綺麗にヤスリで引っかからないように整えてあります。そして、ブレーキプレートを上げたかったので、シャーシの段上げしてあります。タイヤ径に合わせて、3mm 段上げすれば大丈夫だろうと思って段上げしたら、ちょっとね、上げすぎました。1.5mm ぐらいでもね、良かったかなと思います。なので今回は、このポムの620ベアリング、これをだいたい 1.8mm ぐらいの厚さに削って、ここにね、かまして調整しました。この辺のね、段上げはタイヤ径の大きさだったり、あとはブレーキプレートをどの位置に持ってくるかですよね。この辺のね、調整っていうのは端々で変更していくと思いますので、参考程度にしていただければなと思います。アンカーを作る上で必要となってくるのが、こちらのアンカーのベースプレート。これは使ったのは、このリアカーボンワイドステー。これにリアマルチをガイドにして穴を開けていきます。こんな感じで真ん中3つの穴、リアマルチの上側ですね。こことリアカーボンワイドステーの真ん中3つの穴、ここを合わせて、こことここの穴をガイドにして穴開けをしました。ただこれに関しては見ていただければわかると思うんですけど、こことここに穴を開けても、こことここ、ブレーキステーがこうやってくっつくとこなんですけれども、同じところに穴が開いていますので、この穴開けの加工ずれたりすると、またね、位置が変わってくる、注意しなきゃいけないところなんで、この辺心配な方は、もうリアマルチを使った方が安心かなと思います。この穴開けが終わったら、カーボンリアワイドステー、ここ、グイーンってね、この字型にかっこよくなっているんですが、これがね、邪魔なんですよね。取り付けるとね、こんな感じになって、お辞儀防止ステーに干渉してしまうので、お辞儀防止ステーに干渉しないようにカットしてあります。この辺はね、お辞儀防止ステーの形状によっても変わってくるので、そちらに合わせて加工していただければなと思います。今回、リアブレーキには、先ほども出てきた、このリアマルチを使いました。もうこんな感じですね。2枚接着して、斜めブレーキにしてあります。カットはね、こんな感じ。ちょっと同じプリントがね、入っていて見づらいと思うんですが、
この部分と反対側のこの部分、そしてこのペロッとね出ている部分をカットしてやります。ただ2枚を接着する前に、このアンカーのベースプレートと取り付ける部分、段差があるのは、ここでスライドダンパーが後ろに行かないように押さえるストッパーにしてみました。なので、ここはね、スライドダンパーの形状、あとね、このどこに来るかによっても変わってくるんですが、その位置に合わせて加工していただければなと思います。2枚のリアマルチの加工が終わった後に接着して斜めに削って、こういったサラビス加工、ここはねマスダンパーを乗せれるようにビスを立ててあります。こういった加工をやるといいと思います。結構ねパーツ点数が多くて可動部のすり合わせが多いので、パーツを加工していく順番っていうのも重要になってくるんですよ。このブレーキステーに関しては接着最後にした方が無難だと思います。ブレーキステーのある程度の加工が終わりましたら、このアンカーのベースプレート取り付けていきます。取り付け部分をサラビス加工して、こっちのアンカーのベースプレートもサラビス加工しています。これにはねちょっと理由がありまして、このスライドダンパーの蓋がねこういう風に乗るんですよ。ということは、ここの部分フラットじゃないとバンパー自体にダウンスラストがかかってしまいます。これを防ぐためにサラビス加工しました。ただサラビス加工をすると、こういう風に入ってね、こんな感じでくっつくんで、ここロックナットとかで固定するじゃないですか。そうすると結構下の部分までナットが出てしまうので、これをなくすために、これねすごいめんどくさかったんですが、簡単っちゃ簡単なんですけれども、通常のナットをサラビスナットに加工してあります。こんな感じなんです。わかりますかね？こんな感じになります。これはもう流体に取り付けて、ダイヤモンドヤスリをだいたいね45度角度ぐらいで当ててひたすら削っていきました。取り付けはこのすんごい短くカットしたサラビスとサラビス加工したナット、これを取り付けるとこんな感じで、こっちのスラダンのカバーが乗るところ、ここもフラットになって、後ろ側もこんな感じでちょびっとだけ出ている状態まで低くなりました。こんな感じですね。ただ普通のナットなんで緩むことが多くなりそうな気がするんですよね。この辺はロックタイトで留めたり、もうこのサラビスナットをカーボンで接着したり、そんな感じのことをして対応していきたいと思います。で、これはね、この部分に今度取り付けていきます。次にご紹介するのはこちら。これはこの部分に取り付けていきます。このアンカーのベースプレートを取り付けて、これを取り付けると、ちょうどこの後アンカーの支柱にキャップスクリューここに入れていくんですが、これがね隠れるというのと、この面にブレーキが貼れるなっていうので、とりあえずね作っておきました。あと見た目もね段差がね少なくなるので、使ったプレートはまたねリアマルチ、これはねなんか2019がね端材であったので、こちらをカットして今回作りました。カットラインはねこんな感じ、ちょうどこの穴がバーって並んでいるところ、ここら辺でねカットしてあります。で、あと横の部分、ここはこのお辞儀防止して、これに合わせてカットしていただければなと思います。ここはねちょうど可動部分なんで、この段上げの高さによっては干渉してしまって動きがね悪くなったり動かなくなってしまうということがあるので、ここのカットラインはこのお辞儀防止ステーに調整していただければなと思います。で、このパーツができて、こんな感じで合わせて取り付けていくんですが、取り付け部分はサラビス加工をしました。
今回ね、このプレートをサラビス加工したんで、アンカーのベースプレートはサラビス加工しないで大丈夫です。ビスを通して、段上げやりすぎたので、このゴムのね、ベアリングでちょっとごまかして、今回は取り付けていきたいと思います。取り付けるとこんな感じです。今回ね、ポンベアリング入れたんで、結構、ここがね、つらい位置ぐらいになりました。というよりね、つらい位置になるように、ポムの方をね、削って調整の方をしました。先ほど言っていたキャップスクリューが入るところは、こんな感じですね。これが一番加工が大変で、さらに今回のリアアンカースラダンの一番重要となるパーツになります。使ったのは、リアブレーキステー。これをこんな感じで加工してるんですよね。まずはじめにやったのは、このアンカーの支柱が通る穴を開けていきます。これはリアブレーキステーにリアマルチをガイドに使っていきます。こんな感じで合わせて、矢印の部分の穴をガイドにして穴開けをしていくんですが、写真だとちょっと分かりづらいので、実際に当てがってみるとこんな感じですね。こちらの穴がダーッと並んでいる上から2個目の穴と、リアブレーキステーの画面一番下側の穴、こちらを合わせて真ん中6個穴が開いている上の部分のさらに真ん中の穴をガイドにして穴開けをしました。この2個の穴位置を合わせたところ、ここはこの部分も穴が合うので、リアブレーキステーの1、2、3、3つ目の穴とリアマルチの一番上の穴ですね。ここを合わせて穴を開けても一緒の位置になります。この次にやるのは、加工がしやすいようにシャーシに取り付けられるように穴を一旦開けていきます。この穴は最終的にはなくなる穴ですね。ただこの穴開けないとすごいね、加工しにくかったので、今回はね、そういった感じで加工しました。そちらがこんな感じになって、矢印の部分に穴を開けていきます。写真だと使っているプレート、カーボンリアワイドステーなんですが、こちらは先ほどご紹介したアンカーのベースプレート、これにシャーシに取り付ける穴を開けたものになります。ちょっとね、分かりづらくて申し訳ないんですが、この穴に関してはリアマルチ同じ穴があるので、先ほどと一緒ですね。アンカーの支柱に穴開けをした時と一緒で、同じところに合わせて、ちょっと今回はね、上の部分で合わせてみました。ここの部分か、先ほど言ったここの部分。ここの部分の穴を合わせて、こことここの穴、こちらをガイドに穴開けをします。この穴開けが終わった後、一旦こんな感じでシャーシに取り付けて、マスキングテープでシャーシの形をある程度取って外して、一旦こんな感じでカットします。これは仮のカットなので、大まかにね、カットしていただければなと思うんですが、あんまりね、切りすぎると、この後加工した時に必要な部分がなくなってしまうっていうことがありえますので、塩梅はね、難しいと思うんですが、やりすぎない程度で加工していただければなと思います。先ほど赤ペンで書かれていたところと、マスキングテープで出ているところをカットしてあります。この後は、この斜めになっているところをカットしていきます。ここがね、角張っていると、可動がね、スムーズに動かないので、カットしました。一旦ね、これを当てがってみると、こんな感じなんですよね。これがね、こういう風に動くので、こう動くときに干渉しないところまでカットしてあります。あとね、段上げすると、もしかするとね、ここの部分が当たるっていうことがあるので、僕はこのプリントのギリギリのところまでここの部分はカットしました。この次にやるのが結構重要なところで、ブレーキステー、ここビヨーンと出ている、この字型になっている、ここに合うようにこの部分をカットしていきます。これがね、結構難しいんですよね。きつすぎると、こうアンカーの動きで当たってしまって可動がすごい悪くなってしまいますし、緩すぎると今度こう動いてしまって
方がね、大きくなってしまうので、ここのね、カットは本当にちょっとずつやりすぎないように注意していただければなと思います。まずはじめにやるのが、こんな感じでね、一旦アンカーの可動部のベースプレートとリアマルチを合わせます。ブレーキステに当てがってみるとこんな感じですね。ブレーキステの1、2、3、3つ目の穴とリアマルチの一番画面下側の穴、こちらを合わせて毛書き線の方書いていきます。ここの形に合わせてですね。そうするとね、こんな感じになりまして、この毛書き線に沿ってぴったり合うようにカットしました。とりあえずね、はまるぐらいにこうカットします。現状はね、こんな感じ。写真よりも隙間の方はね、実は空いてるんですよ。こちらで合わせてみると、こんな感じなんですが、一回ね、ちょっと軸を入れた方が分かりやすいかな。こんな感じになります。ちょっとね、隙間がこうピッチリっていうわけじゃなくてあるのは、これがね、動いた時にしっかり戻るぐらいの隙間になっています。この辺はね、実際にここまで組み立てて動かして戻るのか、戻らなかったらどこがこう当たっているのか見て、その部分をほんと少し削ってまた同じように乗っけて、どこが当たっているのか見て加工していきました。ただここの部分の加工が終わったら、あとはね、もうそんなに難しくないのでサクサクできると思います。加工の写真だとこの穴もう出来上がっていたと思うんですけど、これはね、この辺の先ほど言った可動部分で当たらないように何回もね、取り付けたりして動きを確認するために先に加工しておきます。ここは 5mm の穴に拡張して、こういったコーン状のビット、これはね、ダイソーで買いました。これをぐーっと、この辺はね、フロントと同じですね。すり鉢状に加工してあります。このすり鉢状にすると、このね、スタビヘッドがよりね、スムーズに動くんですよね。この後はスラダンを乗せるところの穴をサラビス加工して、さらにスラダンの蓋が反対側に今回乗せてあるので、蓋がね、ちょうど当たってしまうんですよね。なので当たらないように逃げの加工をしました。これでアンカーの可動部分のプレートの加工は完成となります。今度はスライドダンパーの蓋、こちらをご紹介していきたいと思います。これはね、フロントのマルチ、こちらちょっとね2020のものなんですが、これをこんな感じでカットしてあります。これはね、ぶっちゃけ好きなようにカットしていただければなと思うんですよね。このスライドダンパーの蓋、これにこんな感じで取り付けていって、このスプリングが出なければどんな形でも大丈夫だと思います。何も加工してないやつで当てがってみるとこんな感じになります。裏から見るとこんな感じで、ここの少しね湾曲している部分、ここはスライドダンパーの蓋に合わせてこっち側は加工しました。こんな感じですね。あとはね、ローラーが当たらないようにこの辺とかね、横の部分気をつけていただいて、でね、これねちょっと見ていただければわかるんですけど、ちょっとねぼーっとしながらね加工していたんで、ここのね厚さ、この部分ですね、この部分の厚さがすんごいね薄くなっちゃったんですよね。もしねここ割れたりしたら新しくね作り直したいと思います。ここがねちょっと心残りなところなんですよ。それでフロント側もね、こんな感じで加工したらわりかしねかっこよく乗ったので同じようにしました。前のやつねちょっとやぼったかったんで、やっぱりねこっちの方がスッキリしてて見た目ねかっこいいかなと思います。プリントがねしっかりジャパンカップって残るように作ってみました。
というよりね、フロントのマルチ使った理由は、もうこのプリントがあるからなんですよね。なので、この蓋に関してはね、スラダンのバネが飛び出さなければ、どのプレートでもいいと思います。それで、今回、スライドダンパーの方は、リア用のカーボン、こちらを使いました。これを取り付けて、ローラーはね、とりあえず適当に仮で取り付けてあります。先ほどご紹介したアンカーの可動部のプレート、これと一緒に取り付けていきます。それでアンカーの可動部のプレートもちょっとね、スラダンの蓋から出ちゃうところがあるんですよ。このね、ピュロッとね、出ちゃうところがあるので、ここも蓋に合わせてカットしてあります。それで 3mm のオーリングを取り付けて、またロックナットを逆さに取り付けていきます。はい、取り付けるとこんな感じになります。ここまで出来上がったら一旦取り付けていきます。こちらは短い方のキャップスクリュー、これをカットしたものになります。この辺のカットはご自身のマシンに合わせていただければなと思います。これを入れて、このスタビヘッド、キノコ状のものですね。これは今回は薄く加工はしていないです。この穴を 2.5mm で開けてあります。これを取り付けて、とりあえずスラダンバネの一番硬いシルバーを入れて、これはダッシュ系のモーターに入っているワッシャーですね。こんな感じで突起しているワッシャーになっています。これを入れて、これはね、ちょっとバネの硬さの調整に入れてあります。で、次はこれはね、押さえのこの支柱のプレートになるんですけれども、これはね、もう端材があったので、それをちょこちょこっと加工して作りました。一番ね、手っ取り早くやるんだったら、リアマルチのこの真ん中の部分を使うといいんですが、もったいないので、直プレートとかに合わせて、FRP のものしかなかったんですが、こんな感じですよね。真ん中3つの穴と、こっちのリアマルチの真ん中の3つの穴、上のところですね。ここを合わせて、ここの穴で穴開けをすればぴったりの位置になります。この押さえのプレートを入れて、ロックナットで固定したら完成です。今回はリアアンカースラダンをご紹介させていただきました。いや、本当にね、大変でした。加工自体が難しい加工があるかというと、そんなにね、ないんですよ。道具さえ揃っていれば、そこまで難しくないんですが、どちらかというと、先ほど言ったこの動いた時にしっかり戻るように、細かな微調整、しかもね、ガタがあんま出ないように、これを実現するために、何回もね、同じことやるんですよ。取り付けて外して削って、取り付けて外して削ってっていうのを。これがね、本当に大変でした。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いやね、前後のね、バンパーが出来上がると、だいぶ仕上がってきた感じがしますよね。あとはね、提灯、ボディもですけど、後ろね、キャッチャーダンパーとか、東北ダンパーつけようかな、それとも置きます段だけにしようかな。この辺ちょっとね、迷っているところなんですよ。一応ね、用意しといて、模擬コースとかね、走らせて、必要だったらつけて、必要じゃなかったらつけないで、そんな感じもありかなと思っています。その辺のパーツ類出来上がってきたら、今度ね、もう一回シャーシの加工、細かなところをね、やっていこうかなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。